なぜ妻は老後に夫を負担に感じるのか、その理由は実はシンプルでした。昨日近所の鈴木さんが突然こう言ったのです。もう無理。50年も一緒に暮らしているけど、あの人といると息が詰まりそうなの。誰もが仲良し夫婦だと思っていたお二人。でもその表情は仲良しという言葉では説明できないものだったのです。朝、夫の顔を見た瞬間、ため息が出る。話してもまるで透明人間。ありがとうは何十年も聞いていない。これを聞いて胸がズキッとしたあなた、それは異常な感情ではありません。今日はその理由を優しくでも深く紐解いていきますので、最後まで聞き流す感じでリラックスして聞いてください。あとチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。まず事実から。熟年離婚の申し立ての約7割が妻から。そして70代の離婚件数は30年で3倍以上に増加。つまり老後の離婚はもはや珍しい出来事ではないのです。ではなぜ今この年代で一気に表面化するのでしょうか。答えはシンプル。妻は変わり、夫は変わりにくい。そして2人の会話の目的はもともと違う。そのすれ違いが老後という余白の時間にくっきりと露呈するのです。女性は年齢とともに役割の人生から自分の人生へ視点が変わります。子育て、仕事、介護、すべてが一区切りした時、ようやく自分に帰ります。私これまで全部後回しにしてきた。この気づきは多くの妻がたどり着く人生の節目です。それは反抗ではなく回帰です。わがままではなく取り戻すことなのです。一方で多くの男性は仕事という明確な役割を失った瞬間、立ち止まりやすい。会社には指示があり、責任があり、評価があった。でも家には自分の役目は何もない。やることといえばとりあえずのテレビ。これは怠慢ではなく長年の習慣と役割。でも妻の目にはこう映っているのです。この人だけ時間が止まってるみたい。女性の脳は感情と言語の連携がダイレクト。感じたことを共有したい、共感してほしい。でも男性の脳は問題解決に特化しがち。だから起こるミスマッチがこれです。最近寂しいの。どこか悪いのか。病院でも行ってくれば。妻が欲しいのは処方箋ではなく共感の相槌です。でも夫は解決のための提案をしてしまう。悪気は全くありません。コミュニケーションの目的が違うだけなのです。そして最も強い理由、ありがとうの欠如に見てくれない時間の蓄積、皿を下げない朝、体調より昼食の心配、重い袋を持つ妻とテレビの夫。その一つ一つは小さくても50年分たまると岩になる。そして老後、その岩が言葉になります。この時間って私の人生にとって本当に価値あるの？でも同時に女性の老後には復活の瞬間も訪れます。陶芸、園芸、同窓会、ランチ、ボランティア。そこで言われるのは久しぶりの素敵ね。センスあるね。あなたらしいね。すると夫への感情は嫌いではなく比較になります。私は変わったのになぜこの人は。それは成長した自分との対比で生まれる違和感なのです。ではどうすればいいのか。まずは期待値の調整です。夫を理想で見るのではなく現実の行動を見る。すると埋もれていた小さな価値が見つかります。ゴミを出す背中、電球を変える手、運転する横顔。それは大きな愛ではなく確かな役目。でも老後にはそれで十分な土台になるのです。次は伝え方の工夫があります。もっと聞いてではなく5分だけ聞いてくれるというように
抽象的から具体的に、感情任せを時間の単位へ置き換えること、これなら男性に届く言葉になると思います。そして最後に、あなたの幸せの主題を夫との関係性にしないこと。老後は人生の余白ではありません。人生の実りです。その実りをあなた自身の手で熟成させていいのです。あなたのため息は突然じゃない。それは思考回路のギャップが見えるようになっただけ。相手を責める必要も自分を否定する必要もない。ただ口から出る言葉を翻訳し直して伝えれば良いだけです。5分の会話、30分の散歩、自分から先に言うありがとう、それが夫婦にとって心地の良い新しいスペースを作るのです。もしあなたにも似た体験があるなら、ぜひコメントで聞かせてください。それはまた誰かの支えになります。この動画があなたのシニアライフの癒しになれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。